私たちも見たことないと思うんですよね。普段立ち入ることができない舞台裏にカメラが迫るシリーズ潜入。日々の生活に欠かせない紙を作っているという国内最大級の工場に潜入。大きな煙突がそびえ立つ工場にやってきました。ここで作られているのはズバリ、新聞などの紙。一体どう作られているのか、その裏側に迫ります。いざ潜入。めったに入れないマル秘スポット、巨大製紙工場。ここで作られている紙の量は国内トップクラスの年間70万トン。そんなにも。今回特別な許可を得てその内部へ。すると驚きの事実が続々と明らかに。うわー、何これ。まるで SF 映画の世界。迫力ある紙製造マシンを大公開。とんでもなく巨大なトイレットペーパーみたいになってますけど、これトイレットペーパーじゃないです。大きすぎる紙、その正体とは。さらに丸太が踊る謎の機械も登場しますよ。これ木からできてるんだ。こういったすごい勢い。何これ。24時間眠らない紙の不夜城。知られざる製造現場の裏側に迫ります。舞台は苫小牧市にある王子製紙苫小牧工場です。1世紀以上の歴史がある工場では24時間体制でさまざまな紙を製造しています。こんにちは。こんにちは。どうも天谷と申します。手塚と申します。よろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いします。ちなみにですけど、手塚さんのご趣味は何ですか？読書です。読書。やっぱり紙が好きということで、さすがでござい急ますね。に趣味を聞いたからびっくりした。いや、とっても広いですけど、どれくらいあるんですか？この工場の敷地面積は145万平方メートル。エスコンフィールドだいたい30個分ぐらいと同じ広さです。そんなに？うわ、さすが国内最大級ですね。そうですね。で、ここではどういった紙を作ってるんですか？ここでは主に新聞用紙を生産してまして、およそ全体の6割ぐらいですね。その新聞紙の他にも段ボールの紙であったり、漫画や雑誌の紙とかも作ったりしています。まず手塚さんに案内していただいたのがこちら。いや、手塚さん、ものすごい数の丸太。しかもここだけじゃないですよね。あっちにもあるんですよね。まだあるんですね。いや、山積み。一体何本ぐらいあるんですか？ここには合わせて4万本ぐらいあります。4万本。これがいわゆる紙の原料ってことですよね。そうですね。これが紙の原料になる丸太でして、ここはその丸太を保管する貯木場になります。木はすべて北海道産の針葉樹で、ほとんどがトドマツですね。あ、そうなんだ。やっぱり北海道って自然が豊かなんだなって思いますよね。これを見ると感じられますね。私と比べるとどれだけの量かよくわかりますよね。辺りは木のいい香りが漂っていましたよ。森じゃない。すごい光景です。最終的にどういう紙になるんですか？この丸太は最終的に漫画とか雑誌の紙になります。丸太を原料とする紙は手に馴染みやすいっていう独特の質感だったり、透けにくいっていう特徴があるので、漫画の紙にぴったりなんですよね。そうなんですね。じゃあ手塚さんの好きな漫画も元をたどるとひょっとしたらこの子たちっていうことですよね。ちょっと興奮してきますね。そうですよね。さあ、この大量の丸太をどうやって工場に運ぶのかですけど。量もありますしね。お願いします。お願いします。お、重機が動いたぞ。お、なんかガバッと開いてクレーンゲームのようにしてガバッと丸太を掴んで、そしてジャパン、水の中に水路に落ちましたよ。そしてゆっくりこっちに近づいてきてる。こちらは送木水路と言いまして、この水路を通って丸太が隣の工場まで運ばれていきます。距離にしてどれぐらい？
1.7 キロぐらいあります。トラックとかで運ぶんじゃないんだ。はいこの水の流れを利用して工場まで運ぶんだ。そうなんですよね。ここからはい工場までは2メートルほど下がっていまして、その勾配を利用して丸太が流れていくような仕組みになっています。じゃあこの水の流れっていうのは勾配を利用した自然な流れなんだ。はい、そうです。広い敷地内を運びやすくするために作られたのが全国でも珍しい水の力で丸太を流す水路。これが導入されたのはなんと昭和4年から。川の水を使っていて環境に優しいエコな作りです。トラックで運んだらガソリンも使うしね、排気ガスも出るしね。どんぶらこどんぶらこいや、早速知らないことだらけ。で時々カーブがあるので各ポイントに作業員がついて、ここは手作業で丸太を流していく。丸太の上に乗りたくなる。はい、終着そうです。はい、棒を使って今きれいに整理してるんですね。はいはいでそのままはい奥にはい消えていってますね。そうですね。ではこの丸太がこの後どこへ行くのか、建物の中へ入ってみると、丸太たちは一体どうなってるのか。わあ、わあ、すごいすごい。ちょっと見えますかね、ここから。さっきまで整理されてた丸太が今荒々しくゴロンゴロンと降りてきてますけど、これどういう状況？これはドラムバーカーと言いまして、丸太の皮を剥くための仕組みになっています。皮を剥く。はい、簡単に言うとドラム式の洗濯機のような形で中に凹凸がついていまして、それと丸太がぶつかり合って擦られることで皮が剥けていくような仕組みになっています。そうやって木の皮が剥けてるんですか？はい、これで大部分の皮は剥けて、こんな感じでこちらから出てきます。あ、これらははい、今剥けたよっていう丸太たち。そうですね。あ、確かに木の皮剥けてるわ。はい。ツルツルの表面。あと木材を水路で運んでくるのにはもう一つ理由がありまして、それは丸太を湿らせるためです。湿らせた方がいいんですか？そうですね。丸太を湿らせることで木材が柔らかくしなやかになるので皮が剥けやすくなるんです。そういうことなんだ。濡れちゃいけないのかと思って。水路っていうのはじゃあ運搬だけじゃなくて皮を剥きやすくするメリットもあるんですね。そうですね。いろんな意味があるんですね。はい。ちなみにこの機械は70年以上使われていて未だ現役です。あ、すごいパワーの機械なんだな。木材は次の工程でパルプという原料になり、それが紙になります。さあ、続いては工場の主力製品である新聞用紙の原料を見せてくれました。それがこの山。砂丘みたい。実はこれトラックで大量に運ばれてくるんです。皆さんこれ何かわかるかな？何？さあ、手塚さん、はいここには大きなトラックが何台か並んでいまして、はい今後ろが空いてますけど、これは一体？はい。お願いします。うわー、すごい、ザラザラザラーっと大量に出てきました。これは何ですか？これは木を細かく切った木材チップで、これも紙の原料になります。すごい量ですね。そうですね。このチップは道内各地や苫小牧の港からほぼ毎日運び込まれています。手塚さん、これはどういった紙になるんですか？これは新聞であったり、この工場で作られている他の紙にもまんべんなく使われています。おー、万能なんだ。はいほぼ毎日はい。こういったおお、そうだ。おわ滝だよ、滝。すごい、最後すごかったですね。コッパだらけですよ、手塚さん。本当ですね。大迫力。実は新聞用紙の原料はもう一つあるんです。はい。手塚さん、ここはまた何ですか？突然ですがここでクイズ。この場所は新聞用紙の原料の保管場所です。ズバリその原料とは何でしょうか？
福永さん5秒でお答えください。でもこうやって見ると紙何のとか紙？何の紙？なんだ？広告おいいぞ。新聞に入ってる広告とか。正解は四角いものがはい大量に積んでありますけど、そうですね。こちらは古新聞やチラシで、これも新聞用紙の原料になります。新聞用紙の原料の約6割ぐらいはこういった古紙からできています。いや確かによく見ると、はい古新聞やチラシなどなど、もう紙という紙がここに大集合してるんですね。そうですね。こういった紙はどこからやってくるんですか？この紙は王子グループの専用の船を使って全国各地から送られてきます。紙の原料が紙なんだね、またね。そうなんですよかよ。ったですなんとね、紙を運ぶための大型船があるんです。全国各地で出された古新聞やチラシを王子製紙専用の輸送船が苫小牧の港へ運びます。そして空になった船には工場で製造された新しい新聞用紙を載せて全国へ届けるんです。効率よくやってらっしゃる。これからどうなっていくんですか？まずはこれをパルプという状態にします。パルプ。はい。おこちらが古紙からできたパルプです。こちらの古紙を水で溶かして漂白したり汚れを取ったりしてパルプという状態にします。こちらはパルプを水で薄めたもの。99% が水です。紙の製造はまず古紙を水に溶かしたりしてパルプにします。こちらの画像は水で薄める前のパルプ。それを水で薄めてから次の工程に送られて紙を作ります。こういった紙がこはい。ういう風になるんだ。はい。このようなパルプを工場内に持ってって工場内でマシンで紙を作っていきます。続いては知られざる工場内部にカメラが潜入。一体どのようにして新聞の紙が生まれるのか、驚きの事実が続々と明らかに。今日の特集は国内最大級の製紙工場に潜入。ここで作られている紙の量は年間70万トン。日本の新聞用紙の3割はこの工場で作られています。新聞の紙が一体どうやって作られているのか、その裏側に迫ります。ここからはこの道20年のベテランスタッフ大西さんにご案内していただきます。うわー、広い、でっか。うわー、何これ、すごい、どうなってるの？そしてあったかいですね。湿度が高い。ここは何ですか？こちらが N6 マシンといいまして、紙を製造している機械です。高さは12メートル、長さが約160メートルあります。こんなに、はい、それで一つの機械なんですか？そうです。はい。こちらは新聞の紙を製造する N6 マシン。まるで SF 映画のセットのよう。巨大ですね。地下都市みたいな感じですよね。こんな大きな機械初めて見ました。機械なんだこれ。一見わかんないですね。この機械の中では何が行われてるんですか？はい。古紙や木材チップから作ったパルプを脱水や乾燥させて紙にします。まずこの機械に紙の原料であるパルプを入れて脱水をします。ここでパルプに含まれている水分をおよそ 50% まで減らしていきます。そして脱水した後は中で何が行われてるんですか？はい。ここで脱水したパルプを乾燥させています。今ぐる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 回っているのはこちら、乾燥するための鉄のロールなんですけども、ロールを高温に熱してそのロールに紙を押し当てて乾燥させています。中では紙ってどれぐらいのスピードで流れてるんですか？これは、
こちら時速 100km になります。100キロはい高速だ。そして完成した紙がいよいよこの先に。わわわわわ、すごい、見て見て見て、とんでもなく巨大なトイレットペーパーみたいになってますけど、これ紙。はい紙です。ははは、すごい。あ、動いた動いた動いた。おお。こうやって巻き取ってるんですか。鉄心のロールで巻き取ってます。全部1枚の紙なんですかこれ。はい、1枚の紙です。重さが約60トン、長さが110キロになります。110キロメートル。福永さん、直線距離で110キロは札幌から旭川あたりまで行けちゃう長さですよ。じゃあこの紙の上車で走ったら3時間ぐらいかかるってこと？そんななんですかこれ。すごい長さ。おお、破いた破いた。あららららら。なんで破いたんですか？今表面の、ボロボロな紙では品質が測定できないので、こうやって見ると本当に表面紙なんですね。はちょっとまあいらないっていうか捨てることになるんですか？おお。紙を1枚だけ光に透かしてみることで紙の繊維の配列のようなものをチェックしています。すごい。それは人間の目でああやって見るんですね。片付けも大変だろ。あ、触っていいんですか？わあ、すごい。新聞用紙の原紙です。あ、本当だ。新聞紙の手触りだ。そうなんだ。ちょっとこう少しざらつきがあって硬い感じの紙っていうんですかね。印刷がされていないのでちょっと印象が違うかもしれませんけども、でも色合いは新聞紙のまさにあれですよね。真っ白じゃなくてちょっと濁った色っていうか、なんていうのかな、スッといかないでちょっとこうビリ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 っていう抵抗感があるんですよね。頑丈だもんね新聞そうですね。やっぱり新聞紙の匂いってインクの匂いなんだなっていうのが分かりますね。今は新聞の匂いしないもん。なんか嬉しい、これ持って帰りたい。貴重ですよね。象だと10頭分くらいの重さがあるロールもうは例えがすごいな。紙なんでしょってこれ。これ紙なんです。柱みたいだもんねだって。慎重にクレーンで運び、はい最後は人の目でそうなんですね。紙に異常がないか品質チェックを行います。その後巨大なロールを小さいロールに分割するため紙を高速で走らせながらカッターで切っていきます。あれを切るって大変だね。その幅 1.6 メートル。カットされたロールはベルトコンベヤーで次の工程へ運ばれていきます。バームクーヘンに見えてきた。わー、すごーい。カットされたロールがここにあるんですね。はい。これワンロールで何部ぐらいになるんですかね、新聞紙でいうと。長官で約5000世帯分になります。ワンロールで。はい、わー、5000世帯分の新聞紙、はい、それが何個も何個もあるわけですよね。そうです。すごいね。そして紙のロールは輸送するときに傷がついたり汚れないようにするため、はい、茶色い包装紙で包んでいきます。くるくるくるっと。気持ちいいですね。ね、これらはすべて機械の手で行われます。いや、福永さん、これずっと見てられますよ。そうですね。でも本当にこれが紙だとは思えないですね。本当ですね。全部計算されてる。さあ、ここからは再び手塚さんにご案内いただきますけども、お願いします。次なる場所はここ、はい、大きな倉庫には見てください。すごい高く積まれた紙のロール、ものすごい数ですね。ここは製品の出荷を待つ、紙のロールたちを保管する場所になります。今出番待ちだ。はい。これから専用の船に乗って全国各地に輸送されていきます。そうなんですね。これがいわゆる一つワンロールってことですよね。この線のところ、はい、僕身長180ですけども、それに迫る高さがありますね。いいですよね。これで一つで重さどれぐらい？この一つのロールでおよそ1トンぐらいの大きさがあります。およそ1トン、はい、それが今ここには3つ
重なってますけどもね、はあ、この倉庫内にはどれくらいの量の紙が今集まってるんですかね。そうですね、倉庫内全部で4500トンぐらいあるかと思います。4500トン、はい、全然ピンとこないんですけどこのスケールの大きさから想像していただければここで製造された紙のロールが各地の印刷工場に運ばれて生地が印刷され新聞になり我々の家庭に届くのです。この工場の紙は全国紙はもちろん北は北海道、南は沖縄までさまざまな町の地方紙にも使われています。苫小牧の工場頑張ってるんですね。日々どんな思いで働いてらっしゃるんですかね。紙を作る工程というのは工場の中の製造にとどまっているわけではなくって、まず木を切るところから始まってそれを輸送してくださる方がいてというふうに多くの方が、の力によって支えられている部分があるので、時々ではいいのでこんなふうにたくさん大変な思いをしながら紙を作っているということを思い出していただいて、ちょっと愛着を持っていただけたらなというふうに思います。いかがでしたか。いやびっくりしましたね。ね、長旅を経てできてるんだなと思いましたし、だからこの台本の紙とかも大事にしようと思いましたね。そうですよ。ね、丸太からできてるんだ。捨てちゃダメですよ。そうですね、愛着が湧いてきました。いやーでも本当にまず改めて紙って木からできてんだなというふうに思いましたし、新しい新聞は古い新聞からもできてるっていう。そう循環してますよね。いうことなんですね。従業員今は540人ほどいまして24時間体制で今もなお紙を作り続けているわけですよね。そうですね。長年にわたって本当に私たちの生活を支えてくれていると、ありがとうございますっていう気持ちになりますよね。皆さんね大きな音もあると思います。本当にお疲れ様です、皆さん。ありがとうございます。ちょっと気は早いんですけど、お子さんたちもこれきっと YouTube に載ると思うんでね、夏休みの自由研究にこれ参考にしてみたらいいんじゃないかと思いますね。